はい、お願いします。お願いします。あ、すいません、うるさいですね。うるさいって。うるさいってだけど、誰がそのドア開けるかの方がもっと大事っていうのは間違いないと思うんだけど、自分の魂から出てくる自分の歌声じゃないとダメ。一番はどれだけ覚悟があるかっていうのはすごく大事ですね。ちゃんみなが今やるべきことだなという気がしたんで、ちゃんみなに言ってみたんですよね。いつかやろうとは言ってたけど、ひょっとして今なんじゃないのっていう話をしたら、なんか聞こえた気がしてね、何かの声が。私もすっごいいろんなオーディションを受けたことがあって、いろんな場面でやっぱりノーってずっと言われてきた人生だったんですよ。でそれがその自分で曲を作って自分の力でこう頑張ってやってで力を貸してくれる人たちが増えてってやっと最近ここ1年2年ぐらいでやっとちょっとノーだった人たちがイエスになったっていうのをなんか手応えとして感じてはいるんだよね。だからそこは私が自分が自信持ってやってきたことだって言えるし、何もないですけどトロフィーとか賞とかだけど自分的にはそういうふうに思ってる。歴史はもうあるよね。その経験がある人になんか BMSG が関わるオーディションはやっぱやってほしいなとは思うんで、今のミナは決して早いとは思わないですね。日本って、昔から言われてたけど、こういうガールズグループいたらいいのにとか、こういうガールズグループって日本から出づらいよねみたいなのって言われてたと思うんだけど、それはなんか自分が THEFIRST 始めた時にボーイバンドで言われてたような状況の違うバージョンのものが女の子のグループではあると思うんだけど、多分今の時代に日本で必要な女の子のグループは現役感ある人がやんなきゃいけないような気がしたんだよね。なんでその現役感ある人がやるって思ったの？私それこそまだ現役でやってる。バリバリ現役者んでじゃないとなんかねずれやすい気がしたんだよね。長いこと日本ってそういう意味では閉じられてたから、今いきなりパカって大人の人が開けても入ってきてくんないんじゃないかなっていう気がしたんだよね。ちゃんみなが今やるよって言ったら来てくれる子は例えば俺がやっても来ないと思うんだよね。すごいのが埋まってる感じがしたんだよね。それはね実はずっと言ってるよね。でもねすごいのでエリア・オブ・ダイヤモンド出してもらった時にちゃんみなからのエネルギーもそうなんだけど、なんかね客席からそれを感じたんだよね。あの瞬間に人生変わってる人のなんか音がすごい聞こえるから、それはなんか多分再現不可能なエネルギーを持ってる人結構いるんだなと思って、でちゃんみながコロナ明けに久しぶりにライブやるよっつって初のアリーナだよって言ってやった時に1日にあんだけ集まるっていうことはこっち行くべきだと思うんだよねって言って肩持って歩いてったらその声を待ってましたっていう人は多分ね結構いる気がするんだよね。だからドアが閉じられてるのも問題だけど、誰がそのドア開けるかの方がもっと大事っていうのは間違いないと思うんだけど、それは今のちゃんみななのかもって思ったんで、ちょっとその勘を信じてみようかなみたいまだ早いっていうかまだ新人みたいな気持ちが私の中でもあってずっとで、そんな私がその誰かの命を預かるよ。そう預かるっていうことが、私にできるんだろうかみたいな、はいはいはい、まだでしょってそうだよね思ってたけど、ずっとまだっていう気持ちなんだろうなとも思ったし、逆に私みっくんだから面白いのちゃんとできるだろうなっていう、なんかそのちゃんとその責任を取れる子たちに出会えるだろうなっていう、なんかそれも勘だよねがあったって感じかな。私はずっと言ってきてるけど、ノーをイエスにするっていうのも、人が求めるものももちろん大事だと思うけど、提供することは、やっぱりその提供していかなきゃいけないと思うんだよね。新しいものっていうか、なんか私たちはこれが面白いと思うんで、こういうものが好きなんだろうな、
この後喜んでくれるんだろうな、サービス精神は必要だけど、必要だけど作品において私はそれは別にいらないと思う。そうだね、提示しないといけない。私はガールズグループになれなかった人だから。よく言うもんね。そうなりたかったけどなれなかった人だから、すごく楽しみ。自分の作品が私がガールズグループだったらっていうのを自分でやってるのがちゃんとガールズグループに行くっていうのはすごく楽しみ。そこのね賞賛はすごいある。みんなが自信持ってやれるようにいるくらいモンスターみたいな子たまにいるじゃん。たまにいるね。あれ不思議なんだよね。モンスターみたいな子さ、たまになんか SNS とかでバズってさ、それ最近何やってるんだろうっていうタイプ結構いるじゃんね。そうだね。それがモンスターのうちに世の中だったら面白いよね。そうだねそれこそ別にガールズグループとして参加がなくても、なんかこのオーディションを通して、その人の道が大きく広がってくれたらいいなとは思って。そうだね。何でもいいです、本当に。身長体重年齢別にいらないです。ガールズグループやりたかったら来てくださいっていう、声は私にとってすごい大事。なんかそうだよね、それすごい言うじゃん。それもうちょっと詳しく俺も聞きたいな。日本っていう島国のそういうアイドル文化とか、そういうガールズグループとかもそうだけど、別にこれは決して悪いいいではなくて、私はそのダンスを頑張りすぎだと思う。ああ言ってたねそれ。正直、正直な話、そのダンスにフォーカスをしすぎていて、本当に声を届けたい、その私の声って言ってる子たちが逆になんか見つけづらいっていうか、私ダンス踊れないからガールズグループできないけど、声は自信あるんだけどなっていう子を見たことがあんまりない、私は。なるほどね。私も実際その一人だったんだよ。私その時ずっと覚えてるのがさ、先生に言われてたんだよ。みなちゃんは黒なんだよって、黒だからダメなんだよって。みなちゃんが一人下手なだけで、端っこにいると全員黒にしちゃう。だから真ん中に行くぐらい上手になるか一人でやんなさいって言われた。面白いこと言うじゃない。でそれが私的にへーってなってなんかそんなこと言うんだ先生、へーじゃあめちゃくちゃダンス頑張ってやるって言ってやったんだけど、私気づいたら私本当にやりたいの、なんか声を届けたいんだけどな、歌いたいんだけどなってなって、声をしっかり届けるっていうのにフォーカスをしたんだけど、歌ってちゃんと自分と向き合わなきゃいけないんだよ。りょうりょう先生もよく言ってるでしょ。そうだね。モノマネじゃダメなんですよ。そうだね。自分の魂から出てくる自分の歌声じゃないとダメなの。だから私は綺麗に歌うとかそんなんどうでもいい。その人の人生が声に乗ってればいいの。みなのさプロデュースするグループってさ、みなが曲作るわけじゃん。それ歌う子って多分そのプロセス経てないと歌えないよね。私が作るものを歌うことになったらもちろん私もしっかりトレーニング参加するし、私はね別に音楽の知識ないければないほど面白いと思ってるよ嫌じゃないですか、ミュージックビデオとか見て誰が歌ってるか分かんないみたいな、みんな同じような声で。それが私は個人的にはそういうグループにはあんまりしたくない。みんな一人一人ちゃんとキラキラしてて、輝いてて、一人一人がソロ曲をいずれ出したとしてもちゃんとそれがしっかり聴いてもらえるパワーがある子たちいいねにしたいから私は声声ってずっと言ってる、あなたの歌が聴きたいですっていう意味じゃなくて、あなたの人生はどうだったんですか、何だったんですか、どうなりたいんですか、っていうものと、やっぱりそういうのって歌にやっぱり出てくると思う。パフォーマンスとか その人が何を持ってるかが歌声に出てくるんで、一番はどれだけ覚悟があるかっていうのはすごく大事ですね。私はやっぱりここの業界に入ってきて悔しいことだったりとか、もう今ダメだけど投げ出しちゃいたいって思う場面なんて死ぬほどあったり、死ぬほどある。でもやっぱりそういうものに徐々に耐えていくものだとは思うけど、
やっぱり耐えられるそうだね。芯があるかどうかっていうのはその子のためにもすごく大事、そうだね、その子を壊さないために。そうだね。オーディションが始まりなんで、なんだったら始まりの前だから、そっから先にそれが待ってるから、私はすごくそれを「I feel you girl」って言ってあげられる存在でありたいなと思いますね。で概念のクオリティファースト、クリエイティブファースト、アーティストのファーストっていうのはザ・ファーストの番組中でも言ったけど、ちゃんみなはそれをこう兼ね備えてるアーティストとして明らかに今階段登ってるんで、今まで何をしてきたかよりこれから何をするかの方にしか思いがいってない情熱と一緒に過ごす時間ってマジでかけがえないから、それを存分にみんながやってくれたらすごいいい時間になるし、辛いこといっぱいあるけど終わった時にめっちゃいい時間だったなってなるし、多分素晴らしいグループが生まれるし、多分見てる世の中に対しても大きな感動を与えられるものになるんじゃないという気はする。みくんが BMC 立ち上げた時から、その後 BE:FIRST やってた時から話を聞いて、私は本当に心から尊敬もしたし、心から共感をしたんですよ。みくんと私はすごくそこがなんていうんですかね、共通としてあると思ってるので、私が選んだ子に対してもそれを共感してくれるんじゃないかなって思います。